韓国ソウル地下鉄カンドングチョン駅。着いたオリンピック公園は徒歩圏内。大きな庭がある穏やかさが漂う街。さて今日行くところはこっち。今日は徒歩で平壌まで行けてしまう気がする。そんなカンドングチョンの街をこっちはサビが今日も行く。3番出口を背にして歩いていく。今日のお店はすぐそこや。カラオケ屋さんがある。歌の練習しとくか。ライブハウス오늘처럼 생음악 노래 반주。生演奏で伴奏してくれるってこと？さっきのカラオケで練習してすぐ横でお披露目ってことやな。なんかこの短い距離でいろんなドラマを見た気がする。またカラオケ？そんなことある？練習してライブ失敗してもう一度練習しなさいってこと？なんか知らんけど喉が痒くなってきた。俺の喉は歌うためにあるんやない。今日の料理を飲み込むためにあるんや。スポンと着いた。早くもかし이거 지친 목에도 부담 없겠는데. 今日のお店は平壌만두 집。なんか窓だけ見ても雰囲気がビンビン。営業時間はブレイクタイムなしの11時半から21時半まで。ほらね、徒歩で平壌までやってきました。入店です。こちらのメニュー、基本的には上が食事で下が一品メニューって感じ。キムチマリククス、カルグクス、コンビジ、マンドゥグ、そしてジョプシマンドゥ。あとはビンデトッやコチュジョン、パジョンなどが並んでる。では注文していくで。만두국 하나랑요, 고추전 그리고 막걸리 한 병 주세요. 気になるメニューは結構あるけど黄金コースはこれやろ。店内は老舗の趣を感じる作り。マンドゥ屋ではよく見る光景。休みなくマンドゥを作ってらっしゃる。そして向こう側には鉄板がある。ここでチヂミを焼いてくれるらしい。ほんできた、久しぶりの緑のラベルのマッコリ。小さくぐる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 。横方向だけではなく縦方向でもシェキシェキ。プシューッと見た目からでも音が聞こえる。音だけじゃなかった。ほんまにプシューって出てきたわ。最近このミスせえへんかったのに。それだけテンションが上がってしまうんよ、ここのマンドゥ。マッコリのこの白さに目が奪われながらもついでいく。今日の料理にはガマちゃんよりも個人的にはこの白さが合う気がすんのよね。グビグビっと本日最初の一杯。この一杯目は言葉にできないほど格別。春光や扉の漏らす流行り歌。ありがとうございます。角研ぎ、キムチ、そしてチヂミ用のソースが出てきた。シンプルなラインナップのおかずたち。まずは角研ぎをポリ。この歯に直接くる歯ごたえにちょうどいい酸味。チロッとマッコリを見る。こうなったらキムチも入れとこう。二段重ね。いい色ってなるとこいつも欲しいな。再びマッコリの準備。白さが器の底をなぞるように広がっていく。この組み合わせは基本中の基本。器の底を埋めたのにすぐ空にしていく作業から。その上からキムチを口にも流し込む。甘みと辛みと酸味の黄金比。何対何かわからんけど、分かったのは今日のメインが運ばれてきたってこと。いやー、うまそう。
早くもスプーンもうなり、喉もうなる。流行る気持ちを抑えて、まずはスープから。牛骨ベースのスープや、ゆっくりと口に運ぶ。最初は薄い味付けかなと思ったけど、肉の深いコクが押し寄せてきた。ええやん。口はもう迎え入れる準備ができている。この大きさ、普段から運動しとかんと手折れてまうで。熱そうやから円を描くように夫婦。包まれたものは一気にいくのが俺のポリシー。パクリと入れたら熱さが伝わる。でも手作り感のあるもっちりとした皮の食感。噛むと出てくる肉汁。刺激的な味付けではないから感じるこの素材感。これ器の下の方にヤンニョンみたいなのが入ってる。それをまんべんなく混ぜていこう。スープが徐々に赤くなってるやん。食欲をさらに刺激してくる。中には小さく切られたお肉も発見。未発見の小惑星。憎いねこの演出。タンパク系のスープにパンチを加える重要な役割をしていると思ってたら、小惑星ではない銀河系のビッグバンやん。まずは真ん中のこいつからや。これも普段から運動しとかんと手折れてまう系やで。ソースにつける。これは一口で全部は無理やから半分までガーブリ。噛んだ瞬間感じる。ジュワッと具徳の間から肉汁が出てきた。再び感じたい。ガブッと一気に入れる。コチュティギンとは違い、ジョンやから油っぽさがそこまでないのがすっごくいい。外はカリッと中はジューシー。みんな天使に見えてきた。この熱狂を鎮めるにはやはりこれしかない。炭酸がかすかに弾ける音が口の中に入っていく。ぐいっといっぱい。もうこうなってしまうと右往左往。再びビッグマンドゥが目の前に。フーフーしてガーブリ。豚肉の肉汁に隠れて豆腐のホロッと感、緑豆もやしの食感、ニンニクの香り。マンドゥは俺まで包み出す。お肉もパクリ。こういうカクトゥギがマンドゥグの味を底上げしてくれるな。言うたやん、この調和が最高なんよ。再びの右往左往。こうなってしまうと行ったり来たりの常習犯。半分に噛むと中からお汁が垂れてしまう。中身だろ、ほらぎっしりお肉。参考までに言っておくと、種がないので辛さは全くない。ここでキムチも。テーブルの上にあるマンドゥ、コチュジャン、キムチ、カクトゥギ、一通り訪問したところで、もうあんたの出番やで。ほんまに今日はマッコリにして大正解。ジョンにはもちろんやけど、このマンドゥグにもかなりベストマッチング。だから腕は常に絶壁並みの急勾配。この食べっぷりである。こうなるといろんなことを思いつく俺。研究所がフル稼働。マンドゥ一つをお皿に。エジソンコチュワサビ。マンドゥを真ん中から分解。横で作ってくれてる人がおんのに無慈悲な行動やと思うやろ。これは破壊ではない、再構築という新たな誕生秘話である。お玉でスープを上からかける。もういい。ドヤ顔も忘れない。それをすくい上げる。再構築のマンドゥ解体新書、エジソンコチュワサビ。皮のもちもち感が崩れたことで、その食感が麺へと広がり、肉の野生味と野菜の慈愛が混ざった気がする。お皿に広げた解体新書は数十秒のうちに全て平らげた。まだまだエジソンは動く。コチュジョンをお皿に。シャキン。今度はコチュジョン解体新書。真ん中から半分に切っていく。あんたの出番やで。緑と肉の断層の上にこう一点のカクトゥギ。きた。
来たで。大きく一口でパクリ。余計な油は角研ぎの酸味でシュパッと一閃。白い濁流に俺の体は完全に侵食されてる。なんとか抗うようにペロッと一口。次はこいつなんよ。キムチを持ってくる。残った半分に覆いかぶさる。ちゃんと準備が終わってから侵食を許してしまう俺。白い濁流が流れる。そのまま一口。角研ぎはポリッとした打撃に対し、キムチはしっとり食材に絡む。そろそろマンドゥグ、そこが見えてきた。最後の大仕事に取り掛かる。と言ってもこの段階ではまだ迷ってた。どっちにしよう。とりあえず真ん中に切れ目を入れる。言葉通り皮一枚でつながってる状態。やっぱりこいつやわ。角研ぎを差し込む。これだいぶ難易度高い。これ一気にいかんと全然意味ないから。乗っかって。あ、こうなったら強行突破や。すべてを一気に口に運ぶ。口に一緒に入ってしまえば同じ効果。角研ぎの隠れ家は俺がいただいた。最後に残ったこのスープ。平壌系のあっさり系を保ちつつも物足りなさを感じさせないこの味付け。マンドゥーグ完食。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。今日の料理にはマッコリは最強の潤滑油。だから最後の一滴まで。一人で食べてる方も多い地元の人気店。そこでの本日最後の一杯。最後の一口に残してたコチュジョン一つ。最後もエジソンコチュわさび。完全に切ったらあかんねんで。やっぱり角研ぎ。そいつを崖から落ちないように静かに乗せる。ここは失敗できひんから禁断の裏技。半分に折り曲げるという完全チーター。こんなサンドイッチは見たことない。今日一番の口の大きさでガブリ。実はね、もう一つこれ食べたかってんけど、キムチマリククス。達人技見たかってんけど、また夏に寄らしてもらいますわ。カンドングチョン駅から徒歩2分の場所にある平壌マンドゥのお店。あのプリプリとした皮に出てくる肉汁、そしてコチュジョンもうまかったわ。いやー、大満足や。帰り際不思議な看板を発見。これわざとなんかな。ゴミを捨てないでください、コバルハンダ。発音ベースで書いてしまったとか。ハンミだな。바로 알아챘잖아。존재 아니야？誰も褒めてくれんから自分で褒めるしかないわ。なんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。잘먹었습니다。